皆様こんにちは。フラメンコギタリストの石井かなおです。今回も個人的な独断と偏見で素晴らしいフラメンコアーティストを紹介していきたいと思っております。今回ご紹介するのはマノーロ・サン・ルーカル、神ですね。このシリーズずっと神々言ってるんですけど、しょうがないんです。みんな神なので。その中でも今回ご紹介するこのマノーロ・サン・ルーカルは位が高い。もう見た目からして神々しいんですよ。フラメンコギターやっててこの人知らないっていうとおそらくど素人だと思われる。紹介するにあたってこの人経歴がやっぱり膨大で、音楽もその都度変化していっている人なので本当に個人的好みでいくんですが、この人の魅力としてはちょっとハイセンスすぎるんですよ。ソフィスティケートされすぎ、超巨匠なんでこの人を悪く言う人は誰もいないんです。でももしかしたら好みじゃないっていう人はいるかもしれない。フラメンコを尖らしていった結果なんか突き抜けちゃった感じ。誰も見たことがない桃源郷みたいなところにたどり着いちゃった。実は2022年に亡くなられてしまってご冥福をお祈りしてます。ソロで出したアルバムは2000年が最後なんですね。ロクーラでリサ・ウトリーノっていうアルバムなんですけど、それ以降はちょっとセミリタイアみたいな感じでもこのアルバムが僕にとってはやっぱり最強ですね。僕はフラメンコやってる目線でしかもう聞けないんですけど、フラメンコやってない人が客観的に聞くとフラメンコじゃんって思われるかもしれないんですけど、コードとかメロディーとかも割とハードなテンションとか入ってなくて普通にフラメンコで使われる一般的なコードだったりするんですけど、フラメンコやってる立場からするともう全く違う言葉で話してるような印象なんですよ。斬新な音楽。メロディーの口数がすごい多いんですよ。ダンカントークなんですけど、常にニュースキャスターが原稿を読んでるような知性と品格があるんです。この人の一応最高傑作って呼ばれてるタウロマヒアっていう闘牛をモチーフにしたコンセプトアルバムがあるんですけど、そこからプエルタ・デル・プリンシペっていう明るい曲、本人映像とか見てもらうと親指一本で弾いててめちゃめちゃ簡単そうなんですよ。で右手も左手もスローモーションで弾いてるように見える。フラメンコに限らず本当上手い人は一見できそうだなって見えるんですけど、武道の達人とかもそうですよね。なんだ本当にこの人は伝説のポケモンみたいに進化し続けたので、アルバムを逆に遡っていくといろんなことをやってるんですよ。初期の頃はフラメンコの曲集をもう本当に曲集みたいにして3枚のアルバムにまとめ上げたりとか、ムンド・イフォルマンス・デ・ラ・ギタラ・フラメンカっていうアルバムとか、初期の方はトラディショナルなスタイル的にはかと思えばセンティミエントっていうアルバムの中でもカネライ・クラウドとかっていう曲とか、カンデーラっていうアルバムの中でもいきなりキュイーンっていう打ち込みの音から始まったりとか、クイーンみたいなコーラスが入ってる曲があったりとか、これプログレッシブロックかっていうアレンジのエッジが効きすぎてて切り口が鋭すぎて、多分その時代の人も置いてかれてたんじゃないかって思うぐらい斬新なんですけど、曲自体とか音楽自体を聴くとやっぱりすごいフラメンコだしかっこいいんですよ。
で途中には日本的というか、オリエンタルなものをも取り入れてるんじゃないかと思うんですよね。例えばメスキータっていう曲は冒頭フルートがみたいな感じで入るんですけど、なんか僕が初めて聞いた時は時代劇のコムソーが尺八吹いてるような風に聞こえてしまって、正直ちょっとちょっと聞きづらいなみたいな感じだったんですけど、もうその後のギターがすごすぎるのでもう参りましたっていう感じですね。これ本人が後々言ってたんですけど、どうしても日本っぽく聞こえてしまうのに悩んで、フラメンコに聞こえつつ日本っぽく聞こえないような新しいサウンドが作れないかっていうので、最初にご紹介したマノーラ・サン・ルーカルの一番最後のアルバムの中でキー的には A メジャーなんですよ。でも絶対 A メジャーに行かないようにして E メジャーのコードを強く押し出して E メジャーの曲のように聞こえさせてるんですよ。E メジャーの曲で不思議なスケールを弾いてますみたいな、具体的に言うと E メジャーをキーのセンターにしてミクソリディアンスケールを弾いてるようなイメージです。っていうオリジナルのサウンドを作り出しちゃった。この人の魅力はですね、まだそれに尽きずに、フラメンコって例えばギター2台で演奏することって、デュオですね、結構あるんですけど、その場合の方法として大抵の場合はオクターブでユニゾンだったりとか3度とか6度でハモリ、あとはファーストギターの伴奏のコードをつける、大体3パターンぐらいの発想なんですよ。またこのマノロ・サンルーカルには、本人にも増してっていうとあれですけど、イシドロ・サンルーカルっていう天才のギタリストの兄弟がいて、どっちかっていうとマノロを陰で支えてた人なんですけど、その人と2人でやってるデュオとかは全く違うメロディーを交差させたりとか、違うリズムパターンを突っ込んだりとか、主役パートが交代してったりとか、超立体的なんですよ。フラメンコでも未だにこういうことをちゃんとやってる人たちはいない。参考までなんですけど、ルイ・セニョール・ミールロっていう素敵な曲があってですね、で、先ほど紹介したタウロマフィアっていう CD の中でフラメンコの歴史を1ページ先に進めたっていうオラシオンっていう代表曲があるんで、それを紹介して終わりにしたいと思います。変則チューニングの曲で、変則チューニングに関してはまた取り上げようと思ってるんですけど、トレモロっていうテクニックがフラメンコにあるんですけど、もともとはこういうテクニックなんですけど、それをもうブラッシュアップ、
今回は大マエストロマノーロ・サングルからということで、この人は一曲一曲のテーマが明快で、もちろん曲の中でストーリーはドラマチックに展開していって転調もたくさんしていくんですけど、また同じ世界線に戻ってくる。一曲で映画みたいだし、アルバムを通して聴いても映画みたい。偉大な作曲家です。ぜひ本当に聴いてほしいアーティストだなと思っております。このチャンネルではフラメンコとかフラメンコギターに関することを、フラメンコご存知ない方とかフラメンコもちろんやってらっしゃる方にも向けて分かりやすく解説していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では今回もありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。